川本陽介、その4。ある日、林さんが俺に言った。なあ、川本さん。あんたのバイク。二人乗り、できるんだろ。俺も一度、乗ってみたいんだけどな。その頼み事は、俺には、ありがたかった。林さんには日頃、世話になっているのに、ろくなお返しもしていない。もちろん、林さんの頼みなら、喜んで。俺はそう言った。次の定休日は、2日後で。天気予報では、雨は降らないようだった。どこに行きますか？どこでもお連れしますよ。俺が言うと、考えとくよ。と林さんは言った。定休日の朝、俺は店の前に自分のスクーターを用意して待っていた。やがて林さんが店に現れた。林さんの姿を見て、おはようございます。と、俺は言った。おはよう。と、林さん。俺はまず、用意しておいたヘルメットと、保護の入ったライディングジャケットを林さんに差し出した。これ、使ってください。ヘルメットのサイズが少し大きいかもしれない。ありがとう。と、林さんが言った。とりあえず、コーヒーを一杯飲んで、出発することにした。行く先について、林さんは、何も言わなかった。海の方へ行ってみましょうか。と、俺は言った。そうだな。と、林さんが笑った。ゆっくり走りますよ。スピード出すと危ないから。ヘルメットをかぶって、ライディングジャケットを身につけた林さんがうなずいて、よろしく。と言った。店を出発した。太陽は雲に隠れていたが、天気予報では曇りのち晴れと言っていたから。やがて雲の間から
太陽は顔を出すだろう。林さんも後ろに乗っているし、なるべく渋滞に捕まらないように。混雑した道を避けようと思った。国道1号をやり過ごし、やがて134号に出た。道沿いに松の木の防風林が続いている。防風林の向こうには湘南の海がある。防風林を左手に見て箱根の方角に向かった。辻堂海岸、茅ヶ崎、大磯。以前純子を乗せて走ったのもこの道だった。あれはこのスクーターを手に入れたばかりの頃だった。あの日、俺は10年ぶりにバイクに乗った。そして忍と別れたのもあの日だった。そろそろ後ろに乗っている林さんも少し休憩したいかもしれない。コンビニがあったので立ち寄った。温かい飲み物を買って少し海岸に出てみることにした。海岸に出てみると人が少しいた。犬の散歩をしている者、釣りをしている者。やがて雲に隠れていた太陽も顔を出して日が差した。ベンチがあったのでそこに座った。缶コーヒーをすすりながら海を眺めた。俺は林さんに言った。どうですか、バイクは。悪くない。林さんはちょっと考えて言った。寒いし窮屈だし不安定だけど外気に触れてるのがいいのかな。こういうのは悪くないよ。そう言って林さんは笑った。ふと林さんが初めて俺の店に現れた頃のことを思った。客など誰も来ない店に初めて来てくれたお客さん。そしてある日林さんは言った。この店俺が手伝ってやろうか。もしあの時林さんが現れなかったら今頃俺はどうなっていただろう。不意に林さんが言った。あの人いい人だな。亮も純子もあの人に懐いてる。林さんの言ったあの人というのが誰のことなのか一瞬考えたがすぐに分かった。忍のことだった。俺のクソ女房とは違う。あいつは一度も
俺に会いに来たりなんかしなかった。まあ、俺の方も。行かなかったけどな。それを聞いて、思った。林さんは、別れた奥さんに、会いたいのだろうか。林さんが言った。あの人、あんたと、よりを戻したいのかい。忍が俺と、よりを戻したいのかどうか。俺は知らない。俺はそれを考えたくなかった。でも、知らないとも言えない。もし言ったら、バレてしまう。俺が逃げていることが分かってしまう。俺が怖がっていることを知られてしまう。俺は動揺していた。違いますよ。と、俺は言った。それじゃあ、なんであの人は、別れた亭主の店に、ちょくちょくやってくる。俺は、何も言えなくなった。あんたとあの人見てるとな。もう一度。よりが戻ればいいのにって。思うんだよ。どうすればいい。何を言えばいい。俺にはわからない。俺は、林さんに、こう言っていた。3年前、俺は仕事を失った。あの時俺は、思い知った。俺は、弱い男なんだ。林さんが、俺を見ている。俺は、目をそらした。おい、川本さん。そいつは違うぞ。あんたが弱い男かどうか。それは、あんたが決めることじゃない。それは、忍さんが、決めるんだよ。何も、答えられなかった。林さんも、それ以上は、言わない。俺と林さんは黙って、遥か彼方まで広がる。海を見つめていた。林さんが、やがて言った。あんた、わかってるか。俺にも、亮にも、純子にも、居場所がなかった。この世界のどこにも。俺たちには、行くところがなかったんだ。でも、俺たちは今、あの店にいる。亮は、バイクも手に入れたしな。あんたのおかげで。俺たちは、救われたんだよ。その後、林さんを、後ろに乗せ、
スクーターで箱根の方まで走った。箱根で二人でラーメンを食べて引き返すことにした。途中で何度か休憩を取った。コンビニや海岸に立ち寄った。林さんはもう忍のことには触れなかった。その夜、俺はなかなか寝つけなかった。昼間、林さんに言われたことを考えていた。再生リスト19に続きます。